皆さんこんにちは。私は立派な大きな説を持っているその大切家ではなくてですね、一人の小説家ですから、難しい話があんまりできません。ですから今日はやや雑談風にですね、あなたは本当に知ってるかというような形で皆様と一緒にいろいろ考えてみたいと思います。で、皆様もよくご存知の評論家である小林秀夫という方が、人間というのは、40歳を過ぎたならば死に支度をしなくちゃいけないと、いうことをおっしゃったそうで、で私も園児を起こして時々自分の、死ぬことをこう考えるのですけれども、その時ですね、自分の死んだ時のお通夜のことをいろいろ思い浮かべます。で、私のおかんがですね、仮に、お通夜の席で置かれていて、その周りで、生前親しくしてもらった友人や、それから知人、家族たちがいろいろ私について喋っているという光景を想像してみます。そうすると例えば A という人がですね、そういうことはないと思いますが、その遠藤というのは大変いい男だったということを言ってくれると。そうすると B がいや遠藤というのは悪い男だったと言っている。で C というのはいやあの男は悪いようだったけど本当はいい男だったと言うかもしれません。だから D がですね、いやあれがあいつのテクニックで、本当はこそずるかったんだというようなことを言うかもしれません。でそういう話を私はおかんの中でじっと聞いてた。一晩中いろんな方がですね、生前それぞれの方の目に映った私について喋ってくださるとしてもですね、こういう言い方は非常に傲慢かもしれませんけども、それを聞き終わった後、私はおそらくおかんの蓋をちょっと開けてですね、それだけじゃないぞということをつぶやくに違いないと思うんです。これは私だけでなくてですね、おそらく皆様もそれぞれにですね、同じようにお茶の席に皆様のおかんが置かれて友人式の話を聞いていたな、やはりおかんの負担を上げてそれだけじゃないぞとおっしゃるだろうと思います。でそれだけじゃないぞという部分は一体何々かということをちょっと考えてみたいんです。ごく簡単にですね、我々この世の中に生きていきます時ですね、外面と内面っていうのはございますね。外面っていうのは会社、それからまた会社以外の社会、友人の世界の中で見せていらっしゃるあなたたちのお顔ですね。これは、それぞれの会社の同僚、上司、それからその他の友人仲間を無用に傷つけないように、またみんなからよく思われたいために、またその他さまざまなですね、生活上の感情、そういうものがないまでになってですね、一つのマスクをかぶっていらっしゃるということは言えると思います。それからもう一つですね、このマスクというのはどういうふうになっているかということを考えてみますと、これは、会社やそれから、お店の中でですね、自分がやりたいことを全てやれるものではありません。それからまたその自分の感情の赴くままに行動することが許されません。またこういうことをしてはならぬという道徳的な制約もありますでしょう。でそういうものが我々に、外面というものをこしらえさせていると思います。この外面のほかに内面というのは我々持っています。これは内面というのは
家庭で見せる顔という意味ではありません。家庭の中でもですね、我々は多かれ少なかれ一つの共同体ですから、両親とか兄弟とか、あるいは配偶者とか子供というものを傷つけないために、やはり一つのマスクをかぶっている部分がありますから、必ずしもこれが本当の自分の素顔とは言えないと思います。で、外面に対しての内面というのはですね、自分だけが知っている自分の顔ということになるでしょう。これは他の方もどんなに親しくてもですね、知らない自分の顔っていうのはどなたも持ってらっしゃると思います。で、政宗白鳥という有名な小説家がおりまして、この人がこういうことを申しました。人間にはですね、どんな人間でも秘密があると。その秘密というのは、例えば人を殺したとか何か盗んだとかっていうのは大それたことでないにせよですね、それを知られるくらいなら死んだ方がましだというような秘密をどんな人間でも持ってるんだということを彼は書いておりますね。で、私これは非常な資源だと思います。どんな人間も何かの秘密を持ってるんで、もしこの秘密のない人間というのが仮にいたとしたならば、この方はですね、よほど立派な清らかな人か、あるいは非常につまらない人か、どちらかだろうと思いますね。で、この政宗白鳥の言うその秘密というのは、言い換えるならば本当の意味での内面です。自分だけが知っているような秘密を持っている自分の顔だということだろうと思いますよね。で、そうしてみるとですね、我々は世の中の人は知らない、家族も知らない、友人も知らないけども、自分だけが知っている自分というのをこの心の中に、まず持っているということがまず第一の前提になってまいると思います。でところがですね、この他にもう一つ、ひょっとすると自分の知らない自分というのが我々の心の中にあるんじゃないか、そういう疑問も起きてくるわけで、この自分も知らない自分というのは一体どういうことかということを今ちょっと考えてみましょう。京都大学に河合駿先生という、深層心理学者、自分の心の奥底の部分を研究なさるのを深層心理学といいますが、深層心理学者がおられますが、この先生がお書きになったものに、一人の少年が、中学生の少年ですがと先生との問答が書かれておりまして、その少年は河合先生にですね、自分はお母さん大好きだと、自分はお母さんを尊敬しているということを喋っています。河合先生がですね、君どんな夢を見るかいなんつってお尋ねになりましたら、その少年が、最近肉の塊に落ちてもがいた夢を見たと。肉の塊なんかをしてもがいて出られなくて息が苦しかったと夢を見たというその告白をしたそうです。先生はその夢からその肉の塊というのはこの少年の母親を象徴しているというふうにお考えになって、君お母さんが息苦しいんじゃないのかってお尋ねになったら、その少年が「いえ、そんなことありません」って言いながら、しかしやっぱり「ええ」と答えてしまったと、そういう大体内容だったと思います。
そういう内容をお書きになってらっしゃったのを私読んだことがあります。で我々はこの世の中で生きていくために、先ほど申し上げましたようにいろんな感情、いろんな欲望、そういうものを心の底にこう押さえつけます。押さえつけたものはですね、そのまま水蒸気のように消えてしまうんじゃなくて、ちょうど、火山のマグマのように我々の心の底でブス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 その噴火するのを待って燃えているわけですね。でこのブス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 噴火するのを待っているマグマみたいなものが一番端的に現れてくるのは夢であるということは皆さんもよくご存知でしょう。これはもう精神分析の本をちょっとでもお開きになるとそこが書いてあります。ですから心の奥底を調べるには夢の分析が大事だということはもう皆さんどなたもよくご存知のことだと思いますが、この少年の場合彼の夢に彼が抑え込んでたものが出てきたわけですね。それはお母さんに愛されることがとっても嬉しいけども、愛されすぎるために息苦しいということ。しかし少年はそういうことを考えたらいけない、そういうことを思っちゃいけない。お母さん大好き、お母さん尊敬してるだけにお母さんのことを息苦しいと思ってはいけないと思いますから、当然そういう気持ちは抑えつけて心の一番奥底へしまい込んでしまう。しまい込んだものはですね、消えるのではなくて外へ出てきました。夢になって現れてきました。お母さんはお母さんのイメージで出てくるんじゃありませんね。夢の中で丘になったり湖になったりして夢の中で出てまいります。で少年の場合は肉の塊になって、出てきたわけで、そのお母さんという肉の塊の中で彼は落ち込んでもがいて息苦しいという夢を見たわけです。でこの時大切なことはですね、その少年はお母さんを息苦しいという自分を否定している、そして気づいていないという。もう一つの例を出しますと、もう10年ぐらい前ですか、私あるその、非常に不幸せな方たちがいらっしゃる病院に行ったことある。そこへですね、修道女の方が20年修道女の方が働いておられまして、そして、その方たちその方の一人と、病院の中を歩いておりましたら、向こうから一人のお年寄りが来られました。そしてそのお年寄りに主税の方が呼びかけられましてですね、私にこう説明、この方はですね、このある病気のために手が、こういうふうにして麻痺してしまっているんだと、でも我々の包帯巻きなんかを手伝ってくださるんだというようなことをお話になって、その指を一生懸命こうさすっておられました。私大変その立派な方だなと、その主税のことを思いながら見ておりまして、ふっと目をそのお年寄りの方に向けますと、お年寄りの方が非常に苦痛に満ちた屈辱の表情をされて私から顔を背けられました。だからすぐ気づきましたね。このお年寄りの方は健康者である私の前で自分のこう曲がってしまった指を見せるということがどんなに辛いかということがすぐ分かりました。それは自分の一番嫌な部分、欠陥としている部分をですね、そうでない人の前で見せるってのは誰でも嫌なんですから、この場合この老人にとってこう折れ曲がって
理由を見せるというのはとっても嫌だったと。しかしその指導者はそれに気づかないでですね、こうしてさせてあげてるわけです。その血の循環を良くするために。で彼女はですね、もちろんそれは善意です。愛情ですね、こうさせるという。でその愛情の中にはですね、その老人に対するその心理に対する何て言いますか、想像力の欠如って言いますか、その老人が屈辱感を感じるだろうということが想像することのできる力が欠如しておりますね。その他ですね、こういったらその指導者に悪いんですけれども、自己満足な気持ちがあるでしょう、彼女の。それからひょっとしたらこれはもっと嫌な言い方ですが、私はこういうことも平気でできるんですよというその自己顕示の気持ちも入ってるかもしれない。で私こう申し上げたからといってですね、その修道場を批判してるわけでも何でもない。私はそういうその病院の中でですね、20年も働くというそのことができない男ですから、彼女のそのちょっとしたような行為の中でそういう部分を取り上げて彼女を非難してるんではありません。ただその時私は感じたのはですね、人間のどんな行為の中、立派な行為の中にもそういう自己満足とか自己共栄心とかっていうようなものが滑り込むなと。これはもうどうにもならないことだという感じがした。と同時にですね、この修道女さんはそういうその感情を持っている自分に気づいていないということですね。で先ほどの中学生の少年といい、この修道女といい例を2つ挙げましたけど、そうしてみるとですね、我々の中には我々の気づいていないもう一つの自分がいて、それがいろんな形で私らを操作しているということも言えるんじゃないでしょうか。で今のその話をですね、整理してみますとこういうことになります。我々の中には3つの自分がある。まず世間に見せている自分というものがございますね。そしてその世間に見せている自分によってですね、我々は死んだ後評価されます。山田というのはこういう人物だった、正直でよく働く男だったと、あるいは、努力家だったとか不真面目だったとかっていう評価を。私は小説家ですから伝記をよく書きます。時々書いたりしますが、その時ですね、いろんな人のその人についての資料を集めてまいります。この資料というのは何かというと、その人について世間が見たイメージですね、イメージを集めたのが資料という。でそれを集めて、例えば山田太郎さんという方の伝記をずっと書いている。いわばですね、鏡のに映ったその人の影を集めて書いているようなものだと。他人という鏡、世間という鏡に映ったその人のイメージを集めて私は伝記を書いている。書きながらですね、いつも一つの疑問にとらわれる。それはこれが本当の彼なんだろうか、これが本当の彼の素顔だったかしらということを感じちゃうんですね。しかしいずれにしろ我々がその世間に見せているマスクというものによって我々が死んだ後いろいろ評価されたり、あるいは死んだ後捉えられるということがまずあります。2番目に世間は知らないけども自分だけが知っている自分というのがあるということですね。そして3番目には今申し上げましたように自分も気づかない自分があるということが言えるんではないでしょうか。そうしてみますとですね、大事な部分はですね、その自分も知らない自分という、これはですね、いろんなそのなんか非常に難しい言い方をしましたけれども、我々の日常生活の中にもこの自分の知らない自分というのがヒュッヒュッとこう顔を出してくるわけです。
これ別にその先ほどの少年みたいに夢にだけ現れるということは言えないと思います。私は対談が非常に好きなのでいろんな方とお話しします。言葉でおっしゃってることと、それからいわゆるこの頃流行りのボディーランゲージですね。いや遠藤さん、あんたの話はとっても面白いよとおっしゃりながら、仮にこういうとこをこう足しておられたり、こういうことを無意識のうちにこうなさいます。こういうふうになさったこと、こういうことにしてらっしゃることがですね、この方の無意識を表している場合がありますね。無意識の気持ちを。こういうふうにしたりこういうふうにされたりする時はあんまり私の話に興味をお持ちでないという。いや遠藤君君の話は面白いねとおっしゃいながら実はあんまり関心をお持ちでない時はこういうふうにされたりこういうふうにされたりする動作が現れますね。関心が非常に悪い時は状態がやや前かがみになって私の方の顔をずっとご覧になってやっぱりその目に輝きがあるので言葉よりもですねその動作つまりボディのランゲージ体の言葉によってこの方は私の話に興味を持ってくださってるなということが分かります。これは別にですね教えられなくても、皆さんお仕事をなすったりご商売のお相手のとお話ししてらっしゃる時おのずとお感じになることがたびたびあるだろうとね。でそういうふうにこういうふうにしたりこういうふうにしてらっしゃる自分ということをその方は際気づいてらっしゃいません。しかしその気づいてない自分がこの動作によってひょこひょこっと顔を出すわけですね。このように我々の中の知らない自分というのがペコ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 日常生活の中で顔を出してまいりますよね。で今日私がお話ししようとしているのはですね、そういうようないわば深層心理学の初めのページに書いてあるようなことじゃないんですよね。私はこの3つの自分の知っている自分それから世間に見せている自分の他に自分の知らない自分ということに、かなり、注意するようにこの数年来になってまいりました。でいろんなことがそこから学んでまいりましたけどね一番学んだということはですねどんなに立派な行為どんなに素晴らしい感情の中にも先ほどの修道女と同じようにマイナス点というのは生まれてるんだということだったんです。修道女は愛情でコーヒーで手をさする。しかしそのために想像力が欠如する。そのために自分の自己満足っていうこと自己顕示欲ということに気づいていないという一つの例が分かるように我々はともするとですねいいことをやってますとその時全てが許されるという感情になりますがいいことをやっている感情の中には必ずマイナスというものも含まれているんだということに次第に気づいてまいります。でこのことを気づきましてからですね私は自分が小説家として一つの人物を書きます場合はですねどんなにいい人のどんなに立派な人を書いても同時にその人の中には矛盾したいいものと背中合わせになっているがゆえにマイナスの部分っていうのもあるんだという書き方をするようになります。逆にですね今度はですねマイナスの中にもプラスがあるという考えになっております。このマイナスという部分つまりこれは自分の知らない自分にやっぱり関係するんですけれどもこのマイナスの中にプラスがあるんではないかちょうどプラスの中にマイナスがあるようにマイナスの中にプラスがあるんじゃないかという考えにだんだんなってまいったわけです。これもやっぱりですねどうしてそういう考えになってきたかといいますと自分の知らない自分というのをあれこれ考えているうちにそういう
マイナスの中にプラスということはですね、どういうふうな例を持ってご説明したらいいか分かりません。まあこういう例が一ついいかと思いますね。私のところにですね、若い方たちがその遊びにいらっしゃいます。そういう時一人の青年でですね、こういう方がいらっしゃったんです。自分は口下手でですね、どうも会社の同僚、上司、そういうのから付き合ってもらえないと。なんとかしてその能弁といいますか、おしゃべりになりたいという、なんかいい方法はないでしょうかということをこの彼が私に言ってまいりました。その相談を受けました時、昔の私なら、つまり自分の知らない自分とかっていうことを考えない私でしたらですね、まあ、言い換えならばプラスの中にマイナスがあるし、マイナスの中にプラスがあるということが考えない私でしたらですね、それはいかんなと。口下手というのは確かにマイナスだ。だから喋ることを勉強しなくちゃいかんよという言い方をしたでしょう。そのため落語を聞きに来なさいとか、あるいは5つぐらいエピソードを覚えておいて会話の中へ織り込むことだとかっていうような中言を与えたかもしれない。しかしその相談を受けました時はですね、私はマイナスの中にもプラスがあるし、プラスの中にもマイナスがあるという考えになっておりましたので、先ほど皆さんにお話したようなことを話しながらですね、例えば私にとっても嫌な性格があると。でそれを自分はどうしても直そうと思っていろいろ試みたけれども、例えばこういう単行部があるのでこれトン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 こう叩いてみたと。これ一応はへっこむんだけども、この中へ抑圧されて、そしてこちらの方からぴょこっと顔を出し変形して、結局マイナスの性格というのはいくら矯正しても治らんということが分かったと。だから君が口下手ということは、もしマイナスと思うならそれを直そうとしても治らんよと。むしろ口下手というのを君はマイナスと思ったならば、僕の考えに従ってその中に必ずプラスの可能性があると。それを引きずり出したまえと、申しましたら、その青年よくわからないらしかった。どういうことですかそれはと質問してまいりましたんで、僕は対談が好きだからいろんな方と対談する。ある非常におしゃべりの女性と対談したことがある。私もまあ比較的おしゃべりの方ですし、向こうもおしゃべりの女性の方。そして、2人で対談している時に気づいたことだと。それは彼女が私の話をあとその喋ってるのを聞いてると、私の話を受けて喋ってるのではなくて、先ほど自分が喋り終わったとこから喋ってるってことがよく分かったと。つまり彼女は私の言うことを全然聞いていないということがよく分かった。でこれは私の場合もよく似た性格がありまして、相手のことをよく聞かずに、相手の話が終わるとすぐ自分で言いたいことをしゃべるっていう癖がございます。これはおしゃべりの通癖です。要するにですね、そういうおしゃべりというものは聞き上手になれないわけです。ところがもしここへ聞き上手というのがどなたかおられて、おしゃべりと向き合った時、おしゃべりの話を黙って時々うなずきながら聞いてくださると、おしゃべりはその聞き上手に非常に好感を持つものだということが分かった。君はおしゃべりにはならないけれども口下手ならば、口下手ということはその中に聞き上手になる可能性を持ってるんだと。それを引きずり出してくればいいじゃない。おしゃべりは聞き上手には決してなれないが、口下手は聞き上手になる可能性というのを持っておる。口下手というマイナスの中には聞き上手になるプラスが入っているんだぞと言ってですね、その聞き上手になるってことは別に難しいことじゃない。相手の顔を見て時々うなずけばいいんだからというふうに説明してありました。
3、4ヶ月してですね、彼から令状が来て、言われた通りにやっていたら、この頃はその友達も誘ってくれるし、上司も酒を飲まないかと言ってくれるようになりましたと、いうその令状めいたはがきがもらいまして、我が家を得た気持ちがしましたですね。でこれは非常に極端な例かもしれません。しかし、例えばですね、私それは今言ったようなことはですね、家庭における子どもの教育とかそういうことにもやっぱり関係してくると思います。あなたの性格はこうだから改めなさいということをよく父親母親、特に母親が言いますが、しかし性格を改めるっていうことは非常な努力を要しますし、私自身の考えでは性格を改めるということはまずないという。むしろその性格がマイナスの性格の部分があるならば、そのマイナスの部分の中に必ずプラスの可能性があるというふうに母親は思っています。例えば神経質ということは神経が細やかであるということ。男らしいということは今度は逆に言うと神経が粗雑だということにもなります。逆に神経が粗雑だった場合は男らしくすることができます。そういうふうなプラスの部分を引きずり出してやるというのが私は教育ではないかというふうに、考えにだんだんなってきた。でそうしてみるとですね、これは何も性格とかそういう問題だけでなくて、我々の生きている間のいろんなマイナスのもの、いろんなプラスなものの中にもマイナスが含まれていて、またマイナスのものの中にもプラスが含まれているんじゃないかということにだんだん気がついてきた。私自身もですね、もうかなりの年齢になりましたので、過去を顧みますと、あの時は自分は非常にマイナスだったと。例えば長い間病気をした、これは自分にとって非常にその時点においてはマイナスだったということは、その他いろんなことでマイナスだったということのがポツポツございますよね。しかしそのマイナスというのは短距離競争の観点から言うとマイナスだけど、長い人生の長距離競争の観点から言うと、そのマイナスがプラスになっていた、プラスの可能性を含んでいて、それを幸い私がそこからプラスの可能性を引きずり出すことができたというものもたくさんございます。今の気持ちから言うとですね、そういうプラスにしろマイナスにしろですね、無駄なものはもうないのだという、その無意味なものはないのだというその気持ちにだんだんなってまいりました。今日のその、話がややその私は大切かでないので、論理的にこの飛躍したかもしれません。大体、もう一度その整理していますと、自分の知らない自分というものと、自分の知っている自分というものと、それから自分も他人も知っている自分というものとの3つに自分というものは大雑把に分けられるだろうということを一番初めに申し上げました。そして、2番目にですね、大事なのは、社会にとって大事なのは他人に見せている自分かもしれません。自分にとって大事なのは自分の知っている自分と同時に自分の知らない自分であるということを申し上げます。それでこの自分の知らない自分っていうような言い方をしましたけども、これをですね、我々は普通意識下の自分とかっていう、あるいは無意識の自分とかっていうような言い方をいたします。意識下の自分とか、そこにはですね、いろんなもの、自分がその世間に見せている自分以外のものがたくさん溜まっておるところですね。で仏教ではですね、
もうキリスト教などと違って昔からこの自分の知らない自分、意識下の自分ということを5世紀の頃から一生懸命考えてまいりました。仏教でよくこの荒屋敷なんていうことを皆さんお聞きになったことがおありだと思います。荒屋敷っていうのは、荒屋というのはたくさん溜まっているという意味です。ヒマラヤっていう山がございますね。ヒマってのは雪ですね。ヒマが荒屋、溜まっている、雪がたくさん溜まっているその場所ですね。そういうその自分がこの奥にあって、そこにこそ仏様の力が働くんだよ。大事なのはその世間に見せている自分とかそういうのではなくて、奥の自分でもわからない自分、そして自分の原動力となっている自分というものだよということを仏教はその我々に教えてくれました。ということはですね、宗教ということ、そういうものはこの心の上の部分ではなくて心の下の部分に、関係してくるんだということ。心の下の部分というのはですね、この心の上の部分のように言葉で説明できたり、それから分析できたりする部分じゃなくて、混沌としてます。夢になって現れたり、ちょっとしたボディーランゲージみたいに現れたりするような形をとっておりますから、自分でも気づかない、言葉では説明できない。仏教の言葉を借りるのは言語道断っていうような、その言葉では説明できない混沌とした世界ですが、それが本音なんだよということをその、キリスト教も仏教も言って、そこの部分を人間の一番の要のところに考えておるわけです。そこまでその考えなくてもですね、そこまで考えなくてもですね、我々のその動かしている、本当の我々を動かしているのはその心の奥底に溜まっている自分であるということは、今の私の簡単な話でも多少は分かっていただけたと思います。と同時にですね、そこからですね、この心の上ではですね、プラスとマイナスがはっきり分かれております。これを二分法と申します。2つに分ける。しかし心の下の方ではプラスの中にマイナスがあり、マイナスの中にプラスがありますから、二分法、これはいい、これは悪いっていうふうに絶対的に決められるものではありません。いわばそのプラスの中にマイナスがあり、マイナスにプラスがあるんですから、三分法の世界だというようなことも言えるわけだろうと思います。で、このことを知っていきますとですね、我々はどんないいことをしても、そのいいことの中にうぬぼれたり自己欺瞞したり偽善者になったりすることから救うことができますし、それからまた物事を2つに分けることによってですね、例えば病気の時ただ健康だけを願うというようなその単純な生き方からもその救われるわけです。で、今日とてもない話になりましたけども、また機会がありましたらこの続きをさせていただけることがあればいいと思いますけれども、大体そういう話で終わらせたい。どうもありがとうございました。いかがでしたか。心の奥底